ショットでギンギギン。どうもワールドベストチャンネルのメイトヒロです。突然なんですけれども、あなただけが知っているサイクリングが快適になるマル秘のテクニックってありますか？僕はですね、たくさんのプロの選手と一緒に走る中でですね、さまざまなワールドベストなテクニックを発見しました。今回はですね、その中でこれいいんじゃないかなっていうものを5つ、ピックアップしましたので、それを紹介したいと思います。多分ですね、最後のやつは知らないんじゃないかなって思うんですけれども、最後までですね見ていただければ、あなたはですねもうすでにプロです。その1、電気泥棒。電気泥棒とは仲間の DI2 の電気を借りることです。本当にですね泥棒してはいけませんよ。電動変速 DI2 を使っている人が多くいますが、充電を忘れてライドの途中で切れてしまうことがあります。電力を使って変速するシステムはシマノ以外にカンパニオーロ、スラムとあります。カンパニオーロの場合は動かなくなった場合、手動で任意の位置にディレイラーを動かすことができ、スラムの場合はフロントディレイラーとリアディレイラーのバッテリーが共通なので、後ろが切れた場合は前のバッテリーを後ろにつけたりして変速することが可能です。ところが一番普及しているシマノの場合はバッテリーが切れてしまうと、その位置から変速ができなくなってしまいます。もちろんバッテリー残量が少なくなると最初にフロント変速ができなくなるなど予兆がありますが、 DI2 を使うユーザーの全てのライダーがメカに詳しいわけでもありません。さあここでどうするか。周りに DI2 を使っているライダーがいるなら、そのバイクの電気を借りましょう。くいくんさ、はい、 DI2 のバッテリー持ってるじゃん。持ってます。貸してほしいんだけど。いいっすよ。いい？もう条件あります。条件なんか欲しいっす。なんか、はい。じゃあとっておきのもの。いくいくの大好きなの。うまいもん。これどう？まあです。マジ？これ足りないの？はい。分かった分かった分かった。任せる。このアンパンマン組どうしようかな。まあいい。これでどうだ？キャラマルだけです。マジ？これでいいんじゃねえか？これいいっすよ。やり方は簡単。2つのバイクの後ろのディレイラーのケーブルを抜き、電池切れした方に挿し、そして変速ボタンを押して任意のギアに変速です。その後はそのままライドしましょう。バッテリーが切れてからも長距離移動が必要だったり、上りがあったり、平坦しかないのに軽いギアだったりしたらとても疲れてしまいます。この方法であれば 2,3 分でできます。ぜひ困った時は仲間を頼ったり、仲間を助けたりしてあげましょう。ワールドベスト。その2、ゴミサンド。ゴミサンドとはですね、いらなくなった補給食のゴミ、袋などをですね、サドルレールに挟むテクニックです。長距離のライドでは補給が不可欠ですが、レースやイベントの時、またはサイクリング中にコンビニが近くにない、ライド時間を短縮したいなどの理由から補給食を持ち歩くサイクリストは多いです。ただ補給食を見ていると、軽く薄くするためにまた簡単にパッケージが開けられるように作られています。反面、補給後にジェルの袋をジャージに入れたり持ち運びをしようとすると、手がもしくはジャージがベタベタになってしまいます。それを防ぐテクニックです。それを防ぐ方法は何か。サドルの座面の下のレールとシートポストの間にゴミを挟みましょう。これでベタベタとはさよならです。うまく挟めば落ちることもなく、ゴミ箱を見つけた時や自宅に着いた時についでに捨てることができます。いずれにしても落とさないように注意してください。その3、ビニールマシマシ。ビニールマシマシとはバーテープに巻くフィニッシュテープ、これを余計に巻いておくことです。そうすることでさまざまなトラブルに対応することができます。その1、ライトやコンピューターのマウントを固定。その2、スポークを固定。その3、ボトルケージを固定。その4、雨が降ってきた時にシートチューブの穴を塞ぐ。その後、い
ろいろとライドに口を出してくるうざいやつの口を塞ぐ。快適だビニールテープは伸びやすいタイプと伸びにくいタイプ2つを使い分けるとワールドベストです。ブーストショットでギンギギン。人間風見鶏。人間風見鶏とは自分が風見鶏となり風向きをより正確に知る方法である。自転車は空気抵抗との戦いです。30キロのスピードで走る場合、空気抵抗の 80% はライダーにあります。グループで走る際は人の後ろに入るドラフティングをすることでライダーの受ける空気抵抗は 40% 減ります。いずれにしても空気抵抗の影響がものすごく大きい乗り物です。そして風が吹いていたらなおさらです。人の後ろを走る場合は常に真後ろがベストではありません。なぜなら実際の風は様々な方向から吹いているからです。その風がどこから来ているかを正確に探すことでどの位置にいたらいいのかをより高精度で知ることができます。顔を左右に動かし両耳から風の音を感じる場所を見つける。と自分が風見鶏になることで楽に速く走ることができるのである。こっちはガチってんだよ。その後振り返りウィンク。振り返りウィンクとは後ろを確認するときに片目を閉じることです。一瞬片目を閉じるウィンク状態にすると後方にあるものがよりはっきり見えます。もちろん人間の目は両方の目でバランスをとっているので両目で見た方がいいのかもしれませんが、最初の一瞬は片目で見るとよりはっきり見えますのでぜひ試してみてください。ウィンクが苦手な人は練習しておきましょう。さあ最後におさらいしておきましょう。1番電気泥棒。 DI2 のバッテリーが切れた時は DI2 を使っている人に電気を借りることで変速できるようになります。2番ゴミサンド。給食などのゴミをサドルレールに挟むことでジャージがベタベタになることを防げます。3番ビニールマシマシ。バーテープのビニールテープを余計に巻いておくことで様々なトラブルに対応できます。4番人間風見鶏。風向きを正確に知ることでより楽に速く走ることができます。5番振り返りウィンク。振り返るときにウィンクすることではっきりと後ろの状況を把握できます。あなたのマル秘テクニックあればぜひコメントで教えてください。そしてこの動画がいいなと思ったらグッドボタンをお願いします。それではバイバイ。